今日はフルーツカルピス寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツカルピス寒天を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今の季節にぴったりなさっぱりとした美味しいカルピス寒天を作っていきたいと思います。今回はそのカルピス寒天の中にフルーツをたっぷり入れて作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。カルピスの原液、お水、練乳、粉寒天、いちご、パイナップル、桃、みかん、キウイ。今回はこちらの材料で作っていきます。今回カルピス寒天ということなんですけれども、そこに練乳を加えていきたいと思います。そうすることでミルクのね、リッチな味わいも加わってとても美味しい仕上がりになります。そしてフルーツは今回ね、こんな感じで揃えたんですが、こちらのフルーツはお好みのものを使用してください。季節によってね、いちごはない時とかもあるので、赤いものを入れたい時は缶詰のチェリーとかね、そういったものを入れていただいてもいいかなと思います。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。こちらはですね、お好みの型を使っていただいて OK です。あるいはこういった型がない場合は、透明のコップだったりとか、あとはココットなどで固めて、スプーンですくって召し上がっていただいてもいいかなと思います。お家にあるものでぜひ作ってみてください。ということで、早速作っていきます。ではまずはじめにフルーツを切っていきます。まずいちごですね。いちごはヘタを切り落とします。で、そしたらですね、これをだいたい7ミリから1センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じです。いちごはこのように切っていきます。少しね、多めに切っておきます。はい、いちごの準備はこれで OK です。続いてパイナップルです。パイナップルも適当な大きさに切っていきます。まず半分に切って、これを4等分かな。はい、こんな感じで食べやすい大きさに切ってください。はい、パイナップルの準備はこれで OK です。続いて桃です。桃もね、適当な大きさに切っておきましょう。はい、桃の準備はこれで OK です。ちなみに今回は黄桃を使ってます。続いてキウイです。まずね、ヘタを切り落とします。包丁の刃先を入れ込んで、グッグッグッと一周回ります。そしてスッと引っ張ると簡単にヘタを取り除くことができます。で、片方も同じようにくるくるくるっと。はい、であとはですね、縦に皮を剥いていきます。はい、OK です。そしたらこちらはだいたい5ミリから7ミリ幅に切っていきます。で、あとは2等分から4等分に切っていきます。大きいものはね、4等分に切ります。はい、キウイの準備はこれで OK です。フルーツが全部揃いました。そうしましたら、この使う容器の底にフルーツを貼り付けていきます。はじめにね、貼り付けていただくと仕上がりが綺麗になります。ではね、乗せていきます。はい、フルーツが敷き詰め終わりました。底の部分と、あとは側面の部分一段だけフルーツを敷き詰めました。ではこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、それでは続いてカルピス寒天を作っていきます。まずこちらのカルピスの原液を少し電子レンジで温めておいてください。この後ね、溶かした寒天と混ぜるんですけれども、このカルピスの原液が冷たいと混ぜ合わせた時に寒天が固まって粒々ができてしまいます。なので初めにね、少し温めておいてください。こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、カルピスの準備はこれで OK です。お風呂の温度よりも熱いぐらいになるまで温めておいてください。では続いて粉寒天を溶かしていきます。まずお鍋に粉寒天を入れます。そしてお水をね、少しまず加えてください。一度に入れるとね、ダマになりやすいので、まずこのぐらい入れたら一度ね、お水になじませます。ダマができないようにまずね、このようになじませてください。そしたら残りのお水を加えます。そして混ぜましょう。はい、では火にかけます。そしてまずね、こちらの寒天液を沸騰させてください。時折ね、こうやって混ぜながら加熱していきましょう。はい、沸騰しました。で、沸騰したら火加減を弱火にしてください。そしてこのままね、かき混ぜながら2分間しっかりと火入れしてください。寒天はね、沸騰してからも加熱しないと溶けないので、必ずね、沸騰してからもしっかりと加熱してください。
はい、今2分加熱しました。そしたら一旦火を止めます。そうするとね、先ほどよりも透明感が増したの分かりますかね。このぐらいになれば OK です。そしたらここに練乳を加えます。一度に加えちゃって OK です。そして混ぜましょう。で、練乳を加えたら続いて温めておいたカルピスの原液を加えます。こちらも一度に加えちゃって OK です。そして混ぜましょう。はい、全体を一通り混ぜたらもう一度火にかけます。火加減は中火で鍋肌がふつふつするまでもう一度加熱してください。で、加熱する時はこのように混ぜながらね、加熱してください。はい、OK です。鍋肌がふつふつしてきたら火を止めます。カルピス寒天の液はこれで完成です。それではね、型に流し入れていきたいと思います。それではね、こちらの寒天をこの中に入れていきます。まずこの中に入れます。そーっと注ぎ入れてください。1段目に入れたフルーツの頭ぐらいになったら一度ね、これはこちらに置いといて、そしたらね、残ったこちらのね、カルピス寒天の中にフルーツを入れていきます。ドボドボドボーっとね、全部入れちゃいましょう。はい、 OK です。そしたら一度これをさっと混ぜます。はい、そしたらこちらの型の中に入れていきます。寒天はね、常温で固まってしまいますので、この作業はね、手早くやるようにしてください。はい、 OK です。このように敷き詰めました。それではね、今まだ少し熱い状態なので、しっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で2時間ほど冷やし固めましょう。はい、2時間経ちました。このようにしっかりと冷やし固まってます。それでは型から取り出したいと思います。取り出す時はこういったね、薄めのナイフなどを使ってまず周りを剥がします。はい、であとはお皿にパタッと開けて、そして 2,3 回上下に振ります。ではいきます。オープン。じゃじゃん。はーい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。表面もね、とても綺麗に仕上がってます。これで完成です。はい、これでフルーツカルピス寒天の完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はこんな感じで彩り鮮やかで可愛く仕上がりました。では切りたいと思います。はい、そして断面はこんな感じです。中身もね、フルーツたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。フルーツがもうたっぷりですね。いただきます。美味しい。このフルーツの酸味とカルピスの味わいがすごく合いますね。またね、この寒天の食感とフルーツの食感がいいですね。そしてね、練乳も加えたので甘みにコクがあります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツカルピス寒天のポイントです。まずフルーツなんですけれども、こちらはお好みのフルーツを使っていただいて OK です。そしてそのね、フルーツを切っていただいたら、肩の底の部分と、あとは側面にも一段フルーツを敷き詰めてください。そうすることで仕上がりがとても綺麗になります。そしてフルーツを敷き詰めたら、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。冷蔵庫でね、肩を冷やしていただくと、温かい寒天を入れた時に、底の部分だけ急速に固まるので、より綺麗な仕上がりになります。そしてカルピス寒天を作る時のポイントです。粉寒天なんですけれども、こちら沸騰してからも加熱し続けないと寒天がきちんと溶けなくて固まらなくなってしまいます。なので沸騰してからも必ず弱火でじっくり火入れするようにしてください。そしてカルピスの原液なんですけれども、こちらはですね、必ず温めてから寒天と混ぜ合わせるようにしてください。ここでね、カルピスの原液が冷たいと寒天と混ぜた時にダマができてしまったりとか、あとは固まってしまう場合があります。なので必ずね、電子レンジで軽く温めてから加えるようにしてください。そして出来上がったものに関しましては、まず何も入れてない状態のカルピス寒天を冷やしておいた型に流し込んでください。フルーツの頭がちょっと出るぐらいまで入れたら、あとはね、残りのカルピス寒天に切っておいたフルーツを入れて、で軽く混ぜて、そして型の中に敷き詰めてください。でこちらのね、フルーツの量はお好みで変えてください。今回私はね、400g ぐらいね、結構たっぷりめに入れました。なのでかなりね、ギュッとフルーツが詰まった感じになってるんですが、もう少しカルピス寒天の味わいを楽しみたい時は、だいたい 300g ほど入れていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はフルーツカルピス寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。